こんにちは。盆栽クラブ東京のゆうひです。盆栽は木だけでは完成しません。その存在を受け止める鉢があって初めて一つの作品が完成します。今日はそのもう一人の主役を生み出す場所、結城正石さんを訪ねたいと思います。早速行ってみましょう。こんにちは。はい。お邪魔します。久しぶりだね。久しぶりです。よく来たね。ああ、いきなり汚れちゃう。握手したいとこですけど。こんな声ですいません今日。はいはい。ちょっと石田さん、今回ですね、うちのこの盆栽クラブ東京のオリジナル鉢を作りたいんですよ。はい。ぜひちょっとお力を貸していただけないかなと思いまして。ちょうど今作ってらっしゃるこういう丸鉢、角鉢より丸でいきたいなと思ってるんですね。どうだろうね。モダンにいくかね。はい。ああ、そうやってできるんだ。これよくない？すごいな。やってく？いいんですか、そんな簡単な感じで。僕このすぐできるもんですかこれ。なんだろうね。センスがあれば一発で。センスがあれば。これね、こうアクセル。でここまで作ったからこれを伸ばしていく感じで。もう早速いいですか。はい。すいません、早速腕まくってで両手水いっぱいつけて。これですね。だから握手してよかった。握手してよかったのね。これをつけたかった。結局握手したらこれぐらいつけて、びっちょにして。はい。でもう回していいんですか、早速。ギュッてやるとドンっていっちゃうからゆっくりね。はい。これぐらいですか、スピードは。そのぐらい。はい。指先だよね。指先。ここれね。指の腹で。ちょっと押した時に一回転絶対するように。一回転しないと薄いとこ厚いとこが。ああ、なるほど。ちょっと押したら一回転する。絶対一回転はするように。薄くしていくイメージですか、どんどん。薄くしてって上に持ち上げてください。で今広げすぎて広げたくなっちゃった。お皿見たくなっちゃったからこれはこう絞れば。あ、外から。なるほど。こう丸くしていくイメージですね。もうそれは絞ったから、中ですね。今度厚さ調整。厚さ調整。これで完成。これで完成。止めますね。そのままで、溝を作ったでしょ。はい。入れて、で左手を離す。で左手離すんだ。ろくろってぐにょぐにょの粘土。これは2割縮む。縮むんですか。焼き上がりに。じゃあこれよりは焼き上がるとちっちゃくなる。2割縮む。2割縮むんですね。で今なっちゃんがやってるみたいなやつ、あれはちょっと硬い粘土なんで、ろくろと違う。あれは 1.5 から 1.8 ぐらい縮む。どっちにしても縮むんだ。これはもうべちゃべちゃだから2割。ちょっとこの後どうなっていくか、ちょっと工程も見せていただいていいですか。乾燥した時点で結構もう硬くなってるんですか。
こは削ってなくなっちゃうから、うん爪の跡がやっとつくこの感覚を覚えといて。あ、でも結構硬い。こんな固まるんですね。すごいね。ありがとうございます。こことここは削り取るのね。とここはこうあるから、ここも削り取って、要はここのここからこれ作るんですか。そうええこことここ削り取る。ここからこうなるんだ。そう余計だこの部分を頭に想像してこれを切らないとなんない。じゃあ足らないわけですよね。粘土がが足らなかったら、それが作れないんですよね。おお。最初はこの角っこで筋作って。ほんのちょびっと。で次この平たいとこでやると細いのが何本かだから抵抗が、ああ、なるほど。線つけてからなんですね。一気にこれだとゴーゴーって食い込んだ時持ってかれちゃうから特に段差がある時はこ細いとこまずろ角で。筋をつけてからこあ、そうすると抵抗なくなってうとスムーズにこれで削っていくんですね。ここで結構余り粘土っていうのが出るんですね、この字で。そうで植木鉢なので鉢底の真ん中穴、はい、まだすごい厚いから距離が、ね、そんなあるんですね、まだそこは。まだあったね。この結城正石さんの歴史をちょっと教えていただきたいんですが、なんか最初盆栽屋さんだったって聞いたんですけど。おばあちゃんとおじいちゃんでさつき屋さんを安行でやってました。安行で。川口さつき専門でやってたんですね。そうでそこでおばあちゃんが自分の作った盆栽は自分の鉢に植えたいっつってやり始まったのね。九州の伊万里まで修行行って。いつからなんですか、鉢だけになった。それまで俺やってなかったのね、陶芸は。はい。盆栽屋さんをやってたのね。でお父さんが亡くなった時に水やりと商売とこの鉢といっぺんにできないかったの。ああ、全部はできなかったんだ。大変だったんですね。はいはい。でお父さん死んだ時に焼く人がいないわけじゃん。そうですよね。なんだけどうちのお母さんが毎日絵を描いていくのね。そう誰も焼く人いないのに寂しさをごまかす感じで。お父さん亡くなって。そうこれは焼くしかないなっつって焼き方も俺教わってなかったから、陶芸家の上手い人見つけて焼き方教えてくださいってうちに来てもらったの。あ、ここまで来てもらってでこの習ったんですか。窯ごとにやり方違うから、それで本格的にここで焼くようになった。
この結城硝石は石田さんで3代目になるんでしょうか？まだ就任してないのね。お母さんが結城硝石で2代目。就任してないんですか？まだ。お母さん生きてるじゃん。で、お母さんが死んだら、今度は名前を変えないとならない。名前を変えるんですか？結城硝石はお母さんの名前だから。これ代が変わると名前が変わるんですか？変えない人もいるけど、一応結城硝石はお母さんだから。お母さんがつけた名前だから。そう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 。そっか。じゃあ実質代で言うと3代目なんですね、石田さん。そう。はい。なっちゃんが4代目。4代目。うわー、すごい。もういつの間にかこんなできてる。足を切ります。こういうのでやってんだ、これって。針金穴いりますか？針金穴お願いします。うわ、ほんと鉢、盆栽鉢だ。で、それは最後滑らかなんですか？ここに当たってるところが跡がついてるんで、これでいけす。で、とりあえず一旦。すごい鉢だ、もうこれ。怖いよ、これ。一回に。うわー、入った。うわー、綺麗に入りますね、結構。窯によって焼き方が違うって言ってましたよね、さっき。こっちがガスね。うん。ガスなんだけど。ガス窯。うん。何度で空気入れてとか、そういうのが全く違うんですね。こっちはガスじゃない。これは電気なんで、電もう電子レンジみたいにスイッチを押せば。焼き上がり方も違う、全然。全然違う。これ同じ薬でも電気とガス。薬同じなんですか？これ同じ。色が違うんですけど、全然。うん。こうなるんですか？電気だと、空気を燃やさないのね。はい。で、ガスは火で燃やすから酸素がなくなるのね。酸素がなくなる。還元とうん。酸化するかどうかで色が変わるんですか？同じ薬でこんなに違うの？これなんかも電気ガスかな。逆かもしれない。色が同じ薬ですよね。同じ薬、これ。色があんな変わっちゃうの？だから2つあると2色出せる。そうだ。同じ釉薬でもいろんなパターンが。すごいな。これ釉薬ですか？この薬ね。これちょっとメタリックな色がすごくモダンになるかなと。この薬自体はすごい垂れる薬なんですね。こういうのとかね。なんで本当は食器の内側に垂らす薬なんだけど、秋に使う時はかなり薄めて。いぶし銀かな。そう、いぶし銀と金彩油、これは。これがさっきの
やつを素焼きしたやつ。素焼きすると、で、これって液体じゃん。うん液体じゃん。で、生をかけると素焼きしてないと溶けちゃうのね。ああ生でやると、で、一回素焼きして釉薬。ああそうかそうか、そうすると色が入るんですね。で、釉薬かけないやつは素焼きしないで、うんいきなり本焼きにしちゃう。ああそうなんですね。こっちの方がじゃあ手間ですね。2段階あるから。そしたら、これは足までかけてるのね。で、イメージは半分。半分で、半分は素焼きが残るような感じが。素焼きというか地が出るように地が出るようにこのね、ここまでね。はい。そしたらこれ中はかけないから、はい、これで空気穴をこう塞ぐのね。中に空気入んないようにね。でつけたいところまでつけて、これでそうか、空気穴塞がないと中に入っちゃう。んですね。で、この穴がちっちゃい場合とかはここに撥水剤って塗って弾くようにして、弾くようにしてそしたらジャポンすれば撥水剤塗ったとこは弾いてしまうから、これ焼き上がったものを後日またここに来て見させていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、じゃあ、この前ありがとうございます。昨日焼いたやつ。あ、これですね。うわー、すごいかっこいいのできましたね、これ。ね、いいね。いやー、嬉しいな。オリジナル鉢が完成しました。